空が青いな。はい、おはようございます。今日は10月15日水曜日でございます。はい、外はですね、昨夜から雨でございます。はい、まあなんか午前中にはやみそうな感じなんですけどね。はい、昨日ねちょっとお寺さんに行かせていただいて新築した家の、天井裏じゃなくてね、壁から音がするということで、はい、しかも窓の、窓枠の下と横と左右横と、音がするということで、まあちょっと映像はね撮れたんですけど、公開非公開、YouTube アップはしないでくれって言われたんで、はい、しませんが、まあこう真柱がこうあって、まあ内側は石膏ボードで、外側は、糖質防水シートと、銅縁が入って外壁材が貼ってあるという仕組みなので、まあ窓枠の左右を横断できるような、構造ではないんですよね。はい、ですので、どうやらカリカリって音がするということなんですが、私が行った時は音がしませんでした。はい、そして日中だけだそうです。夜は音がしないそうでございます。はい、で、暑くなってきてからなったと、6月以降からなったということなので、ちょっと原因不明で、ファイバースコープってね、こう細い先端にカメラがついてるやつで、見たんですが、まあよく分からなかったということでございます。はい、ということでね、今日は、また午後ちょっと古民家の方のね、床解体に行ってきたいと思います。はい、ということで、ちょっとやる気がないんですけど、あとここね、この棚、この最後上の上部の棚、一応材料持ってきたんで、はい、端材をね、それを今度は切らなきゃいけないんですよ。はい、ですので、やる気が出たらやろうかなと思っております。それとまたね、工具、フッツラボから工具ね、引き取ってきたっていうか運んできたんで、これを動作確認してやっていきたいなと思います。ということで、今日も頑張るぞ、やる気がねえぞ、はい、ということでね、写真撮っていきたいと思います。はい、今日はカバンですね。カバン、バッグ、これとこれとこれ、はい、写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をね、メルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、棚のね、このサイズに切っていきたいと思います。持ってきたのがね、もうこの切れたやつの長さがないんで、はい、ちょっと6個ほど、切り出したいと思います。はい、ということでね、こちらね、フッツラボの、プレハブ冷蔵庫、コンテナ冷蔵庫の中にあったですね、すのこを、釘を抜いてきれいに取っておいた端材なんでございますが、はい、短いのがもうなくなってしまったんで、長いのを持ってきて、丸のこでカットして、でそれをね上からビス止めすると、そういう形で、やっていっております。はい、
ということでね、このぐらいの3段の棚がね、もっとたくさん欲しいなという感じでございますね。はい。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。この後ですね、午後からちょっと雨が止まないんですけどね、はい、パラパラ雨が降ってますけどね、はい、古民家の方でね、まだ、今日は床の解体行ってきたいと思います。ということで本日はありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。またドローンさせていただきます。ドローンさあ午後からやってまいりました。古民家でございますね。はい、今日はねちょっと寒いんでございます。はい、多分寒いと言っても20度ぐらいだと思うんですけど、ちょっと上着着てね、ドカちゃんそろそろ必要かなみたいな感じでございますが、はい、今日も頑張って床を解体していきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。ゲッツ。はい、それではね、今日はこの部屋の、前回ね天井解体しましたんで、はい、床をね壊していきたいと思います。ということで頑張るぞ。はい、ということでね、今日は古民家の方の床をね、解体していきます。この部屋はね意外とねコンディションがいいんですよ。全然腐ってなくてですね、はい、非常に釘も、外しやすいということで、下の根太もね、腐っておりませんでした。はい、不思議ですよね、ほんとね。まあやっぱりお風呂の近く、水回りの近くですねっていうのは、腐ってしまうと、お風呂から離れたところ、水回りがないところはですね、まあ比較的、腐らないと、まあそういうことなんでしょうね。はい、ということでね、今日はね怖いものがありませんので、ちゃっちゃっちゃっとパパッと、それでは、床解体していきたいと思います。よいしょ。はい、解体をね、していっております。ということで、まずね、2番目、一番ね左側はね壁の方に食い込んでますんでね、まず2番目を外していきます。はい、まあこの辺もねコツがありまして、釘が打ってるのが、根太のところにね打ってますので、そこを外すと意外と簡単に、外れていきます。はい、こんな感じでね、はい、なんですかね、無理くりやるとですね結構体力も使いますしね、ゴミも増えますしね、また運ぶのが大変になりますのでね、バラバラ解体するとね、まあ、できればこのまま1枚の板でね外して、そして運んだ方がまあ私的には楽でございます。はい、ということで、1枚1枚ねバールを突っ込んで、そしてね、釘をね抜いていきます。はい、こんな感じでね、綺麗にね、釘が抜けると綺麗に、抜けていってくれますね。はい、このようにねブルーシートに乗せなくても一枚一枚ね綺麗な板でしたので、運べますんでね、立てかけて、まとめて手で運んでいっております。はい、前のね、なんていうんですか、
部屋はね、正直言ってね、ボロボロだったんで、ブルーシートで運ばないと、もうバラバラボロボロという形だったんですが、この部屋はね、本当にしっかりしてたので、板をそのままね壁に立てかけて、床ね解体終わりました。以上です。窓閉めてないや。よいしょよいしょ。はい、ということでね、こちらの部屋、天井と、床ね、全部剥がし終わりました。ということでね、次回はこっち隣の部屋ね、こちらね、ここなんかもう天井は取ってくるためなんで、床をね剥がしていきたいと思います。ということで、はい、ということでね、今日はね、隣の部屋の、床をね剥がしました。はい、ということで、なんか外雨降ってきました。はい、またなんか午後はね降らないようなこと言ってたんだけど、また降り出してきましたね。はい、ということで、今日はまた、床解体でございました。はい、また次回はね隣の部屋の床をね解体していきたいと思います。ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上になります。ありがとうございました。いや暑い、寒かったんだけど暑い。2月